ハートを描いても可愛いし、星を描いても可愛い。普通に文字を書くだけでも可愛くなってしまうレトロでポップなこのブラシの作り方を紹介していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は簡単可愛いブラシの作り方紹介していきたいと思います。以前おにぎりのブラシを動画にしたことがあるんですけれども、それが好評だったので、新しくレトロでポップで可愛いブラシを作成してみました。ハートを描いても星を描いても普通に文字を書いても可愛くなってしまうカラフルなブラシです。で、一見すると結構難しそうに見えるんですが、これがね、私が紹介する手順でやると意外と適当でもできてしまうんです。つまり簡単便利で可愛いブラシってことですね。いられ初心者の人でもこの動画を真似するだけであっという間に完成するはずです。一体どうやって作成していくのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。 YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。ブラシの作り方。はい、それではこのブラシの作り方やっていきたいと思います。で、早速作っていきたいと思います。まずはですね、長方形ツール、四角を描きます。これがブラシの太さになります。後でも調整することができるんですが、これが大まかなブラシの太さになります。で、この四角をクリックしてオブジェクト、パス、グリッドに分割、こちらをクリックします。で、これでこの四角を縦横に区切っていくことができます。プレビューすると分かりやすくなるんで、こちらにチェックを入れておいてください。で、行数ですね。行を3行、列をそうですね、10くらいにしてみましょうか。列を10に設定します。この3と10という数字は後で変更してもらっても構いません。で、 OK します。そうするとこんな感じでですね、先ほどの四角が一つ一つバラバラになりましたという状態です。で、これを合体していきます。全体を選択ツールで選んで、シェイプ形成ツールで、今こんな感じで網掛けで表示されてると思うんですが、マウスをドラッグ、押しっぱなしで移動させるとそこの部分が合体します。で、少しランダムな形で合体させていきますと、2つがあったり3つがあったり1つだったりと、4つぐらいがあってもいいですし、少しランダムな感じでですね、やってみてください。はい、じゃあこんな感じで出来上がりました。今私も完全にアドリブで後先考えてませんけれども、こんなんでも大丈夫です。で、次にですね、こちら色を入れていきたいと思います。で、使う色がこちらです。この色の時点でもう可愛いですね。カラーコードがこちらになります。ここの部分、この6桁の英数字を入力してもらうと同じ色が使えるようになるはずです。で、この色を使ってですね、こちらにですね、ランダムに配色していきます。クリックしてスポイトツールで設定、こんな感じですかね。この辺もランダムになるようにやっていってもらえれば OK です。ちょっと完成形は今のところ想像しにくいと思うんですが、まあなんとなくでやってもらえれば大丈夫だと思います。こういったところでですね、同じ色が隣り合ってるとなんか失敗してるみたいに見えたりするんですけれども、そもそも最初に使っていた私のこちらのブラシ、先ほどのデモンストレーションをこれでやってたわけなんですけれども、白と、3つ並んでるぐらいで、ご覧の通り大して違和感がなかったと思いますので、
まあここは一つですね。そんなに気にせずに、あまり神経質にならなくても良いのかなと思ってます。先ほどと配色が変わってどうなるのか私もちょっとよく分かっていませんが、多分大丈夫だと思います。はい、こんな感じでいってみたいと思います。で、それぞれの四角に線はつけておきましょう。このぐらいかな。こんな感じでやってみたいと思います。で、これで一応ブラシの元が完成です。で、ここからブラシに登録していきたいと思います。ブラシの登録がウィンドウのブラシ、こちらですね。これをクリックしてブラシパネルを表示します。で、この四角を全部選んでドラッグ&ドロップでこっちに移動させます。ここで指を離します。で、ブラシの種類選んでくださいと出てくるんですけれども、ここはパターンブラシでいきましょう。 OK で、パターンブラシの設定になります。ここで大事なのは外角タイル、ここが自動中央揃えになっていることと、内角タイル、ここも自動中央揃えになっていることを確認してください。で、あとは OK を押します。これでもうブラシ完成です。簡単ですよね。ちょっと試し書きしてみましょうか。これでブラシツールでこれを選んで、自分で登録したものを選んで線を描いてみると、こんな感じで、これだけでカラフルなブラシが出来上がってるということで楽しいですよね。例えばここで可愛いとか入力してその線をなぞってみるっていうのでも良いと思います。なぞってみるだけでもかなり違いがわかるんじゃないでしょうか。なぞるとこうバランスが取りやすくって一発でうまく字が書けるところがありますので、こんな感じでですね、なかなか可愛い字になると思うんですが、いかがでしょうか。一発でバランス取れますよね。なかなか可愛い感じに出来上がったんじゃないかと思います。これであとはもう自由に書いてもらうだけという簡単便利なブラシなんですけれども、よくある失敗、よくある質問について次に答えていきたいと思います。はい、それではよくある失敗、よくある質問について答えていきたいと思います。で、よくありそうなのが、このブラシで図形などを描いた時にですね、こんな感じでなんか線がおかしくなってしまうっていうことがありそうかなというふうに思ってます。これ線がおかしいわけではなくて、短い時にですね、うまく表示されないっていう現象です。最初に登録したブラシの長さとかそういったところが影響してくるんですけれども、こういった時にどうしたらいいのかといったら、いろんな難しい設定方法もあるんですけれども、一番簡単なのが角を丸くしてしまう。これが簡単かなと思います。線がつながっていればそれなりにつなげてくれるので、全て角を丸くしてしまうっていうのが一番簡単な対処法じゃないかなというふうに思います。丸みが出て可愛い感じにもなりますし、私のおすすめとしてはこの丸くするっていう対処法がおすすめです。あとはそれでどうにもならない場合は細かい線で区切ってあげるみたいな、そういう対処法もあるかと思います。この辺は上手に付き合う、うまく活かしてあげるみたいな、そんな感覚で使ってみてください。あと、フォトショップじゃ使えないでしょうかっていうところありそうなんですけれども、フォトショップだとね、使えないんですよ。フォトショップでブラシに登録するっていうこともできるんですけれども、そもそもフォトショップのブラシがですね、こういうスタンプを連続で押すみたいな、そういった手法のブラシになっていて、方向とかはね、変更することもできるんですけれども、イラストレーターのようになんかうまくですね、形にしていこうとしてもこんな感じに近くなってしまうっていうところで、あまりうまく使えないかなというふうに思います。こういうのは Photoshop 向いてないですね。イラストレーターでやってみてくださいという感じでございます。ではまとめです。ということで、
こんな感じの可愛いブラシの完成です。使っている機能は割と基本的な機能ばかりだったんですが、出来上がったものはかなり個性的だと思います。このチャンネルのメンバーシップの人にはこのブラシそのまま特典として付けますんで、ぜひ使ってみてください。ということでまとめです。このブラシ皆さんだったらどういう風に使えますか？私はベタに星とかハートとかそんな感じかなと思ったんですが、皆さんだったらどんな風に使うのかぜひ教えてください。で、ここまで見てくれた方でブラシをもっといろいろ使ってみたいなという人や、配色とか配置とかもっと複雑なランダムを表現するときいつも苦戦するんだよなとか、そんな方もいるんじゃないかなというふうに思います。実はそういう方に向けたぴったりの講座があって、いろんな種類のブラシが入っていたり、ランダムな配置が自動でできてしまう便利な機能もセットになっています。なんだろうそれ気になると思った方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。